こんにちは。今回はもみじの春の芽吹きの様子のパート3です。この時期は毎日のようにもみじの状態が変化するので、見ていても飽きません。この季節は晴れたり雨が降ったりと天候が目まぐるしく変わると同時に風が強い日も多いです。特に風が吹いて植木鉢が倒れたりすると鉢底からも風が入って土の中がすぐ乾燥するので、水切れを起こさないように気をつけています。まずはじめにつまがきとつま紅の違いをご覧ください。どちらとも大もみじ系の品種ですが、葉っぱの形が少し違います。こちらはつまがきです。そしてこちらがつま紅です。葉っぱの形が少し違うのがお分かりいただけましたでしょうか。こちらのつま紅の方がつまがきより長い間模様が残るようですが、夏になると目立たなくなります。その前に葉焼けを起こすことが多いので、どちらも明るい日陰で育てた方が良いかもしれません。右側にあるのがつまがきで、左側にあるのがつま紅です。さらにこの他に似たような品種でさつき紅というものがありますが、やっと新芽が膨らんできた状態なので、葉っぱが出てきたら改めてご紹介いたします。有明の村です。こちらも先ほどと同じ大もみじ系の品種ですが、大もみじは色葉もみじよりも芽吹きが遅めなものが多く、春はこのような赤系の葉っぱか緑系の葉っぱが多いです。日のつかさです。芽吹きの時は一般的な小葉内は楓と同じくらい産毛が多いです。最近、ようやく葉っぱが出てきたシギタツ沢です。葉っぱの葉脈が浮き上がって見える模様はとても独特です。以前もこれとは別のシギタツ沢を育てたことがあったのですが、なぜか途中で落葉してしまったり、弱々しい個体でした。これは3本目のシギタツ沢ですが、とても元気です。台木との相性が良いのか、元気の理由がわかりません。こちらは赤シギタツ沢です。これに対して先ほどの普通のシギタツ沢を青シギタツ沢と呼ぶこともあります。同じく葉脈が浮き上がるタイプで、似たような品種にカサギ山やアマギシグレなどの品種があります。色葉もみじ系の品種、水穂紅です。このような色で芽吹くもみじは多いです。季節によっていろいろな変化を楽しめるもみじだと思います。血潮です。最近園芸店でこれと同じような血潮を見たので、おそらくこれは血潮だと思いますが、これとは別の血潮も流通しています。もう何が正解なのかわかりません。幹や枝が黄色い美宝です。葉っぱがわっさわっさして、肝心な枝や幹の色がよくわからない状態です。独特な模様を持つ日笠山です。江戸時代からある古い園芸品種です。負が入っている葉っぱにしては、日当たりの良い場所でもあまり葉っぱは傷まないような気がします。
小葉内若枝の園芸品種三笠山です。それにしてももみじの園芸品種にはなんとか山というように、山という名前が入る品種が多いです。山の中に自生しているもみじが多いせいなのか、その山で採取したものを園芸品種にしたのか、どうなんでしょうか。三笠山は小葉内若枝にしては産毛が少ないように思います。これも数少ない小葉内若枝の園芸品種で桂木さんです。奈良県の桂木さんの小葉内若枝の未生から生まれた品種です。去年までは葉っぱがそれほど小さくなかったのですが、なぜか今年は小さめです。我が家の大きめな小葉内若枝と比べると葉っぱの大きさは半分です。最後にご紹介するのは山もみじです。去年の夏に水切れで、すべての葉っぱが枯れてしまった山もみじです。今時点では葉っぱの色や形がサマーゴールドという品種と似ています。葉っぱの形が私のお気に入りです。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。